栗山監督が大谷選手に渋沢栄一著論語とそろばん道徳を基盤とした富を目指そうとされた方、ベン・バーランダーさんによると、大谷選手野球の魅力の一番は、皆さんこんにちは、ミステリーマーブルです。今日は大谷選手はどうやらエイリアンではないらしいパート2です。前回栗山監督が大谷選手に君の夢への道しるべはこれだと信じていると渾身の説得、すぐにでも MLB に行きたい血気盛んな18歳の大谷選手でしたが、その言葉を聞き入れ日本球界でプロデビュー、二刀流も監督の指示だったそうで、今の大活躍につながっています。監督はこう評価します。翔平は集中力を持って私の話を聞いていた。彼は話を聞き入ることができる。それこそが彼の凄さだと。ところがファイターズ入団1年目、彼に小言を言ったと明かします。本当に何度かですが、話を聞く態度がわずかに乱れていたのだそう。大谷選手でもそんなことがと言ってもまだ19歳あって当然。いいか、大谷選手の凄さを忘れてないだろうなと栗山監督。翔平の凄さは相手が誰であろうと、どんな環境であろうと、人を遠ざけず話を聞けることだぞ。そう言うと大谷選手は即座に座り方を改めて聞く姿勢になったのだそう。監督には人の話に耳を傾けられる人が結果を出すんだという信念がありました。信念が光っていますね。それにしても監督の小言の言い方、素晴らしいですね。ちょうどその頃のこと、監督は大谷選手に一冊の本を渡します。渋沢栄一著論語とそろばん。スポーツ選手にそろばん渡された時、きっと大谷選手もそう思ったでしょう。けれどもしばらくして独自に作っている目標チャートに論語とそろばんを読むことと書き入れました。そのことをスタッフから聞いた監督は、届いた、それこそ翔平らしい、思いを察知してくれたと思ったのだそう。一体何を届けたかったのでしょう。現代語訳の論語とそろばん、私も読んでみました。できますかどうか、大谷選手という楽器を鳴らしてみたいと前回から始めましたので、論語とそろばんのうち、まず論語は中国の春秋時代末期に活躍した孔子とその弟子たちの原稿録。一言で言うなら、どのように振る舞うのが人としてかっこよいのかという内容。中国で論語は農民にも分かりやすい書だったのに、後の学者たちが難解に見せてしまったと著者の渋沢さん。次にそろばん。これは渋沢さんのユーモア、にじみ出る可愛さでしょうか。論語と経済なんていうより硬さが取れますね。そろばんって昔は子供の習い事の定番でしたから。もともと経済という言葉は経世済民、世を治め民の苦しみを救うこと。経済的に苦しむって本末転倒で、本来は私たちを幸せにするためにある言葉なんですね。渋沢栄一といえば1868年の明治維新以降、急速な近代化を進めた日本で実業界を牽引した第一人者。資本主義も設計しましたが、利潤ばかりを追求しそうな未来を見越して道徳を基盤とした富を目指そうとされた方。人生で設立に関わった会社は銀行から商工業まで約470社、片や慈善事業は500を超えるとか。公のために尽くす渋沢さんの姿勢がこの数にも現れていそうです。そして論語とそろばんという本でその道徳と経済の指針を示そうとされました。栗山監督の一生の心の支えとなった本がこの論語とそろばんだと言います。監督著育てる力から引用すると、大谷選手が目標チャートに読むと書き入れたのは、私の思いを察知したことに他ならない。
私の思いとは、野球選手としての進化を望むだけではなく、人としてどう生きるのか、どう振る舞うのかを考える時間を過ごしてほしいというものだ。渋沢が論語とそろばんで伝えている自分を知る、どんなことも誠実さを基準にする、思いやりを大切にする、公のために尽くすといった精神性を、その心の機微を私は選手に伝えたい。いや、未来を切り開くすべての若者に伝えたい。心にある矛盾を無視することなく見つめ、葛藤し、時には格闘しつつ自らの天命を知る。そのためには先人の、また仲間の声に耳を傾けることが必要なのである。だからこそ私は論語とそろばんを選手に手渡す。そこには東洋の H とリスクマネジメントの真実、生きることの機運といった教えが詰まっている。ベン・バーランダーさんのドキュメンタリー番組「翔平を追いかけて」によると、大谷選手、野球の魅力の一番はチームスポーツであること。それでいて打席などでは個人の要素が強い。ただゲームトータルではチームスポーツ、いろいろな要素があって、だから面白いと。自分を知って全体のために動くから、大谷選手は野球で強く、ひいては人生にも通じるのですね。その恩師の一人は間違いなく栗山監督で、さらにその師が渋沢栄一さんだったという多重層のハーモニーでした。だから異次元のエイリアン、神様のショータイム。付録レビュー、今日は塔の上のラプンツェルゼクシー2023年1月号の付録です。ラプンツェルのケースがかわいいお掃除ハンディモップ。気になる汚れをささっときれいに置いて、かわいい、使って便利と書かれていますが、確かにお家のインテリアによくなじむかわいいデザインです。A wonderful adventure with you。 表は Nothing gets between me and my dreams。 翻訳、私と夢の間には何も邪魔はない。こんな感じ。もふもふ。使わない時の本棚でおしゃれなインテリアって、ベンチにいる時も目で追ってしまう大谷選手みたい。そんな気になる存在のラプンツェルでした。チャンネル登録、いいねボタンは喜びます。ではでは、またね。